ございます。画家の小木曽です。今日はですね、短い5分間で、終わります、透明水彩超基本的な技法ということで、こちらを描いてみせました。ぜひですね、本当に初心者の方、こういった動画を何度も見て、自分の中にこう体得していって、頑張ってください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これキャンソン紙ですね。キャンソン紙に鉛筆で下書きをしていっています。B ぐらいですかね、鉛筆で。なんかこう綺麗な書きですね。四角いような感じのなんていうか。柿ですね、この秋の時期には美味しゅうございますよね。鉛筆で下書きを鉛筆の腹を使いながら書いていってください。このようにで形も少し、間違えてても軽めに書いていて後で消すという気持ちで常に消していたら大変ですので画面全体の中のバランスを見ながら軽めに書いていくというのが一般的な書き方です。で、さあ塗っていきます。まずこう柿の土台を作るということで、まず紫系みたいなのをまず塗ってみました。寒色系みたいなのを僕は塗っていくことが多いです。でそれはそれぞれ皆様あっていいと思うんですけども、透明水彩っていうのはだいたい重ねて、その色の深みとかを出していくんですけども、あんまりやりすぎるとすごい汚くなってしまうのである程度ですね、3層ぐらいかな4層ぐらいかなぐらいの感じで、1層で終わるとこあっていいと思うんですけども、ここなんかも左の方の明るい面なんていうのは相当薄く下書きを塗って薄く塗ってありますね。一回紙にこう水気絵の具がほんの少しでもつくと2層目から塗りやすくなったりもしますんでね、薄くこういう風に土台を影の部分までモチーフとして三角させてあげております。で、余分なちょっと拭き取ってみたり、ちょっとティッシュで拭き取った段階、ちょっと乾いたというか拭き取った15分で描きました。ポンポンって拭き取ったら相当取れてしまうので、もう一回ちょっと塗ろうということで、2層目のちょっと紫をやっぱもうちょっと濃淡つけておこうかなということで、そして、それがある程度乾いたら次はもう柿の色にだいぶ近い色をガンと置きました。オレンジ色ですね、大胆なオレンジ色。私は透明水彩に関してはこういうですねにじみとかぼかしとかですね、そういったものを活用されていった方がいいんちゃうかなというか、やっぱり特性の一つでありますから、そういうのも利用しながらですね描いていかれたら、こういうにじみですねとかっていうこととかですね、少しこの乾かないうちにゴンと置いてみたりとかですね、で影の中もこう2層目のなんていうか紫が土台にあって、あんま乾いてなかったからも取れてしまったんですが、このように、15分程度で描いています。で3層目ぐらいで少し暗いのグーグーと置いてみたりとか、少しこうなんか売れているような赤オレンジ単色じゃなくて微妙な色とかを乾かないうちに塗っていくということをしてみてもいいと思いますので、こんな感じで、少し乾かないうちにジュンとするとわーっとにじんでいったり、ボケていったり、少し実はこれ左手にドライヤー持ってます。ドライヤーで乾かして、から描くということもしていいと思いますので、このぐらいの段階になったら一回完全に乾かしてみてもいいかもしれませんよね。そして影の部分、落ちた影とかを描いていって、影もやっぱりこう奥行きを出す、床面の形を出すというためにすごく大事ですので、あんまりこうなんていうか軽々しく考えない方がいいと思いますよ。そしてヘタのところの影とかを少しアクセント的にグググッと引き締めていって、出ているディティール、細かい部分、細部でのことですね、細かい部分とかを描き、進めていって、完成、15分って決めていましたので完成ということにしてみました。アクリル油絵も同じように5分間動画を作っておりまして、ちょっとそういうのの比較を皆様してみたら、こんな風に画材って違うんやということがわかるんじゃないかなということで、少し影の部分4層目に入ってきたかもしれませんね。描いていって、密度を上げていって、少しずつ密度を上げていって完成の方に向かっていったということでございます。もちろんもっと書けって言われたら書けますけども、このように、透明水彩というのはこういった感じになっていくんですよということが皆様に分かってもらえたらいいかなと思って、作った作画動画でございます。ヘタの部分も少し書きながら完成へと向かっていったというわけでございます。このようにですね、本当に絵の具の全然違うということを理解して、見ると、皆様の描く絵というのが少しずつ変わってくると思いますよ。多分ですよ。以上です。ご視聴ありがとうございました。こんなことを繰り返して頑張っていくと、こんな風な油絵とか描けるようになるかもしれませんので、ぜひ頑張って勉強してみてください。コツコツと、コツコツがカツコツです。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやって
ってます。よろしくね。よろしくね。